どうもたぬき J です。iPhone XS Max のバッテリー最大容量が 83% になってしまったので交換していこうと思います。サクサクと分解していきます。いきなりつまずきました。画面を互換品に交換しているせいかヘラが刺さりません。パネルオープナーを使ってみます。防水シール貼ってないおかげか意外とすんなり浮きました。側面の爪を外して画面を起こします。続けてコネクタを押さえるプレートを外していきます。XS Max は2分割されているのでちょっと面倒です。コネクタはちゃんとプラスチックヘラで外します。万が一のショートを防ぐためですね。さてバッテリーを外します。iPhone 8以降のバッテリーシールは剥がしづらくて嫌いですが、この XS Max はなぜか iPhone 7用のシールが貼られてますね。まあ取りやすい分には OK です。なぜか下のバッテリーシールが見当たらないのに剥がれない。と思ったら横向きに貼られている。まあ取れるわけがない。最終兵器バッテリーカード。外れた。普通の両面テープが使われてなかっただけマシですね。新しいバッテリーがこちらです。せっかくなので大容量バッテリーを用意してみました。設計容量は 3710mAh で、純正品の 3174mAh と比べて 117% の容量になります。重量を測ってみます。純正品は 48g、 大容量品は 52g でしっかり重量が増えています。組み込んで起動してみます。無事起動で当然なのですが、XS Max なのでバッテリー交換をすると不明な部品表示になります。まあこのままでも困らないのですが、せっかく交換するので最大容量表示を 100% に直したいと思います。というかここからがこの動画の主題かも。なぜ iPhone のバッテリーを交換すると不明な部品表示になるかというと、バッテリーと iPhone がペアリングされているためです。正確に言えば BMS ボード上で認証キーの照合を行っています。一般的に言われているような単純なシリアル照合ではないため、シリアルを書き換えてもエラーメッセージは消えません。では認証キーを書き換えればいいのかと思えばそうもいきません。一度書き込まれた認証キーは読み書きができないためです。というわけで非正規修理で認証を成功させるには元バッテリーの BMS ボードを再利用するしかありません。そのため背景では着々とバッテリーの分解を行っています。
バッテリーセルから BMS ボードを切り離します。この時まっすぐ切ってしまうと、セルがショートしてしまうため注意が必要です。しっかり反対からタグを切ります。上のセルも切り離して BMS ボードだけになりました。続けて新しいバッテリーも分解していきます。セル単体で買えばこの作業がいらず楽なのですが、大容量版はなかったので仕方ありません。新しいバッテリーはタブが長めに残るように切り離します。新しいバッテリーも無事に分割できました。新しいセルを BMS ボードに溶接します。スポット溶接の火花が出る瞬間は何度見ても慣れないですね。専用のシールが用意できなかったのでポリイミドテープで絶縁しておきます。とりあえずばらけないようにマスキングテープで仮止め。本体に組み込む前にバッテリーの状態を書き換えます。元の BMS ボードを再利用しているわけなので、バッテリー情報がそのまま残っているためです。何気に1220サイクルってすごい使われ方してますね。サイクルカウントの削除と最大容量を書き換えます。このまま組み込んでもいいのですが、せっかくなので最大容量を大容量に書き換えておきます。あとはアクティベートして電圧値と電流値が問題なければ組み込みます。組み込んで起動確認です。ロゴは出た。無事に立ち上がりました。肝心なバッテリーの状態は無事に 100% 表記になっています。問題なさそうなのでバッテリーシールを貼って組み込みます。安い互換パネルなので防水シールは貼らずに閉じます。大抵ベゼル側の接着が弱くて意味がないので、最後に星ネジを取り付けて画面を拭いたら修理完了です。というわけで今回は iPhone XS Max のバッテリー交換を行いました。当チャンネルではデジモノ系の修理動画をいろいろ垂れ流しています。興味のある方はぜひチャンネル登録を。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。